こんにちは。ゼロから宅建士第36回です。不動産の知識がなくても大丈夫です。前回は譲渡所得の課税を学びました。今回も第4部の税、その他の続きです。今回は地価工事と鑑定評価を学びます。土地の価格がどう決まるかを見ていきます。一緒にじっくり進めていきましょう。まず、今日の全体像を確認します。今日のテーマは大きく3つです。1つ目は地価工事の仕組みです。工事価格が持つ効力も学びます。2つ目は土地の4つの公的な価格です。国などが示す価格を整理します。3つ目は不動産の鑑定評価です。価格を求める3つの方式を学びます。数字と役所の名前がポイントになります。一つずつ確認していきましょう。最初に地価工事法を確認します。地価工事とは土地の価格を示す制度です。標準地という土地を選び、価格を公示します。この価格を公示価格と言います。目的は大きく2つあります。一つは一般の土地取引の指標です。取引の目安になる価格です。もう一つは公共事業のための基準です。公共事業で土地を買う際の基準になります。土地の適正な価格形成に役立てる制度です。コスディーム地価工事の仕組みを見ていきます。行うのは土地鑑定委員会です。国土交通省に置かれた委員会です。価格はいつの時点のものでしょうか。毎年1月1日時点の価格を判定します。そして3月下旬に公示します。1月1日を基準に3月に公表と覚えます。評価は不動産鑑定士が行います。一つの標準値を2人以上で鑑定します。複数でチェックし価格を決めます。標準値は工事区域の中から選ばれます。工事価格の効力を確認します。工事価格は正常な価格です。幌地として通常成立する価格を指します。一般の人が取引するときはどうでしょうか。工事価格を指標とするよう努めます。これは努力義務にとどまります。従わなくても罰則はありません。一方、鑑定士や公共事業では強い効力です。鑑定士は工事価格を基準とします。公共事業の取得価格もこれを基準にします。指標は目安、基準はより強い基準の意味です。次は土地の4つの公的な価格です。まず工事価格からです。根拠は地価工事法です。国土交通省が1月1日時点で公示します。2つ目は基準値の標準価格です。都道府県が行う地価調査の価格です。都道府県知事が公表します。こちらは7月1日時点の価格です。工事価格を補う役割があります。1月1日の工事、1月1日の基準値です。残りの2つの価格です。3つ目は相続税評価額です。路線価とも呼ばれます。国税庁が定め、相続税などに使います。水準は工事価格の約 80% です。4つ目は固定資産税評価額です。市町村長が定める価格です。固定資産税などの計算に使います。水準は工事価格の約 70% です。80% と 70% を区別します。4つの価格をまとめて整理します。評価する主体がそれぞれ違います。工事は国、基準値は都道府県です。路線価は国税庁、固定資産税は市町村です。基準日も確認しておきましょう。基準値だけが7月1日でした。
固定資産税は3年ごとに評価外します。水準は路線価が80、固定資産税が70です。誰が、いつ、いくらでを抑えます。表も手で横断的に覚えると効率的です。ここからは不動産の鑑定評価です。価格を求める専門的な作業です。行うのは不動産鑑定士です。価格を求める方式は3つあります。も他法、取引事例比較法、収益還元法です。この3つをこれから順に見ます。鑑定では一つの方式だけに頼りません。原則として複数の方式を併用します。多面的に見て価格を判定します。対象に応じ重視する方式を使い分けます。一つ目は原価法です。原価法で求める価格を積算価格と言います。考え方は作り直すといくらかです。もう一度作る費用を再調達原価と言います。そこから古くなった分を差し引きます。この差引きを原価修正と言います。造成地や建物の評価に向いています。一方で苦手な対象もあります。規制市街地の土地には使いにくい方法です。土地と建物の合計を求めるときにも使います。二つ目は取引事例比較法です。求める価格を批准価格と言います。似た土地の取引事例と比べる方法です。事例はたくさん集めるのが基本です。特殊な事情は事情補正で調整します。時期のずれは時点修正で調整します。地域や個別の条件も比較します。使ってはいけない事例もあります。投機目的の異常な事例は除きます。三つ目は収益還元法です。求める価格を収益価格と言います。その不動産が生む利益に注目します。得られる純収益を利回りで割り戻します。この利回りを還元利回りと言います。賃貸用や事業用の不動産に向いています。自分で使う不動産でも使えます。賃貸に出したと仮定して適用できます。収益に着目する点が大きな特徴です。投資判断でも重視される考え方です。ここで今日のクイズです。正しいものはどれでしょうか？ A は公示価格は7月1日時点で公示されるです。B は取引をする者は公示価格を指標に努めるです。C は固定資産税評価額は公示価格の約 80% です。少し考えてみてください。正解は B です。一般の取引では公示価格が指標になりました。A は誤りです。公示価格は1月1日時点の価格でした。C も誤りです。約 80% は相続税の路線価でした。今日のまとめです。地価工事と鑑定評価を学びました。工事価格は国が1月1日時点で判定しました。そして3月下旬に公示されました。4つの公的価格は主体と基準日が違いました。路線価は80、固定資産税は70が目安でした。鑑定評価には3つの方式がありました。原価法、取引事例比較法、収益還元法です。原則としてこれらを併用しました。名前と数字をセットで覚えましょう。お疲れ様でした。7-3ペオマ、おみた。今日は自家工事と鑑定評価を学びました。4つの価格と3つの方式を整理しましょう。次回もその他の分野の続きです。第37回は景品表示法などを学びます。土地建物や住宅金融支援機構も扱います。その他の分野は確実に得点したいところです。この動画が役に立ったら
高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。